はい、どうも藤井です。80年代のニューウェーブ、ポストパンクを掘っていると、サイケデリックというキーワードに出くわすことがたびたびあります。実際に80年代前半のイギリスでは、ネオサイケデリック、ネオサイケと呼ばれるバンドが多く出てきて、大きな流れになっていきました。そしてそんな中から新たなサウンドが生まれ、新しいジャンルへと枝分かれしていく。今回はそういった80年代を通してのイギリスのサイケデリック系ロックを紹介していきます。まず80年代ネオサイケを代表するバンドといえばエコー&ザ・バニーメンです。エコー&ザ・バニーメンはイギリス・リバプールで結成され、1980年のファーストアルバムクロコダイルズから84年の4枚目オーシャンレインまではどれも甲をつつけがたい素晴らしいアルバムなんですけど、今回はこのオーシャンレインを紹介します。初期はパンクなノリも感じられるガレージ的なサウンドでしたが、サードアルバムからストリングスを導入したりポップな曲も増えてきました。このオーシャンレインはそういった面をさらに推し進めて、非常にメロディアスで美しいアルバムになりました。激しい曲はほとんどなくなりましたが、このジャケット写真のように幻想的な自然の中に佇むような印象を受けるサウンドです。そして体感温度の低いクールで研ぎ澄まされた感覚もエコバニというか80年代前半のネオサイケに共通した特徴かもしれません。続いてはエコバニと同じリバプール出身のティアドロップエクスプローズです。実際にこのティアドロップエクスプローズとエコー&ザ・バニーメンは仲間内のバンドで、この1980年のファーストアルバムキリマンジャロもエコー&ザ・バニーメンのファーストとよく似た印象を受けます。しかしこちらの方がより60年代ガレージパンク的で、熱っぽくってドロッとした感じがあります。ほとんどの曲でオルガンが入っているのも60年代的ですね。ティアドロップエクスプローズはセカンドアルバム発表後の82年に解散。短命なバンドだったんですけど、ボーカルのジュリアン・コープはソロ活動を行うようになって、ティアドロップエクスプローズよりも成功を収めます。個人的にもソロアルバムの方が好きだったりするのですが、この辺になると80年代ポストパンク色はほとんどなくて、もろ60年代リバイバル的なサウンドになっちゃいますね。続いて紹介するのはソフトボーイズのアンダーウォータームーンライト。ソフトボーイズは1976年にイギリス・ケンブリッジで結成。パンクムーブメントの最中、60年代リバイバル的なサウンドを奏でていました。しかし商業的成功は得られず、1980年発表のこのセカンドアルバムの後、バンドは解散してしまいました。ビートルズ、バーズ、初期ピンク・フロイド、それからキャプテン・ビーフハートまで様々な60年代のアーティストに影響を受けているようですが、基本的にはポップなビートバンドという面が強いです。REM が影響を受けたと言っていたり、後進への影響力もかなりあったようですね。しかし何といってもこのアルバムはメロディーが良くって演奏もかっこいい、単純にロックのアルバムとして大好きです。次はテレビジョンパーソナリティーズの Mommy You Are Not Watching Me。 テレビジョンパーソナリティーズは1977年にイギリス・ロンドンで結成。こちらはかなりポストパンク色の強いバンドで、かなりラフで素人臭い演奏にヘロヘロのボーカルが乗ります。ジャケットにはザ・フーの写真があったりして、基本にはモッズ・ブリティッシュビートの思考があるんだと思うんですが、脱力感のある演奏は奇妙なサイケ感を醸し出しています。彼らも実は影響力の強いバンドで、後のヘタウマ系のバンドに与えた影響は多大だと思われます。続いてはゴシック系のバンドを続けて紹介します。ポストパンク期のゴシックロックはゴシックサイケと呼ばれたり、ネオサイケとの境界は曖昧だったりします。メイクをしていたらゴス、してなかったらネオサイケぐらいな感じかもしれません。まずはスージー&ザ・バンシーズの Kiss in the Dream House。 82年発表の5作目で、ジャケットの印象通りカラフルなサウンドになっています。
バンドサウンドの上にさまざまなサウンドがコラージュ的に載せられたサイケポップ色の強いアルバムです。バンシーズは84年発表の6作目ハイエナも同系統のカラフルなサイケ色の強いアルバムなのですが、このハイエナにギタリストとして参加していたのがザ・キュアのロバート・スミスで、ハイエナと同時期に作られたザ・キュアのアルバムがこちらのザ・トップです。前作のポルノグラフィーの後解散状態になり、このザ・トップは復帰作という位置づけになり、ポストパンク、ゴシックロックからよりメジャーになる過渡期にあたる作品です。一般的には微妙な評価のアルバムかもしれませんが、個人的には結構好きですね。続いてはラブ&ロケッツのファーストアルバムセブンスドリームオブティーネージヘブン。ラブ&ロケッツはバウハウス解散後、ボーカルのピーター・マーフィー以外の3人で形成されたバンドです。しかしここではゴシック的暗さや美意識はほぼ感じられず、スペイシーだったりアーシーだったりするロックアルバムになっています。高揚感のあるメロディーとハーモニーが60年代的でいいですね。ここからは80年代末から90年代初めにかけてのムーブメント、シューゲイザーにつながる、プレシューゲイザーといえる3バンドを紹介します。80年代中頃、少し前に別の動画で紹介したザ・ジーザス&メリー・チェインが登場してきます。非常にノイジーなギターの奥から60年代風のポップなメロディが聞こえてくる。このサウンドは非常に強い影響を与えました。この暴力的なサウンドのおかげで、エコー&ザ・バニーメン的な研ぎ澄まされた繊細さのあるネオサイケはちょっと古いものになってしまった感が当時はあったのではないかなと思います。続いてジーザス&メリー・チェーンとほぼ同時期に活動を開始したバンドスペースメン3のファーストアルバムサウンド・オブ・コンフュージョンです。スペースメン3はノイジーなギターサウンドという点でジーザス&メリー・チェーンと共通していますが、ポップな要素はほとんどなく、ミニマルにワンフレーズを繰り返す曲がほとんどです。このアルバムでもザ・ストゥージーズのカバーをしていますが、初期のストゥージーズが持っていたミニマルさ、ドローン感を強調したサウンドと言えるかもしれません。続いてジザメリスペースメン3の少し後に出てきたバンドループのセカンドアルバムフェイドアウト、1989年の作品です。音楽的特徴はスペースメン3とほとんど同じですが、こちらの方が少しマッチョというか演奏のアグレッシブさでは上回っている気がします。個人的にはちょっとアッパーなこちらの方がスペースメン3より好きだったりします。そしてこのループのフェイドアウトと同じ1989年にストーンローゼスのファーストが発表、マッドチェスターと呼ばれるムーブメントが起こります。これはセカンドサマーオブラブと呼ばれたクラブミュージックのムーブメントとイギリスマンチェスターのロックシーンが結びついたムーブメントで、60年代のサイケデリックムーブメントの再来と捉えられました。ストーンローゼスのファーストは60年代的サイケポップとグルービーなリズムを融合させ、以降のロックバンドに大きな影響を与えました。また一方でマイ・ブラッディ・バレンタインがミニアルバム You Made Me Realize で独自のサウンドを確立すると、シューゲイザーというジャンルが確立されていきます。マイ・ブラッディ・バレンタインはジーザス&メリー・チェーンの発明したノイズギターとポップなメロディという手法をさらに推し進め、ギターによる音響効果の実験を繰り返し、それまでにない音像を作り上げました。マードチェスターとシューゲイザーというムーブメントは80年代のネオサイケの中から出てきたという側面もありつつ、80年代的なものを否定して塗り替えて90年代につなげたといったところもあったように思います。はい、まだまだ紹介したいバンドはあったのですが、もうキリがないので特に重要だと思うものに絞りました。そうですね、他にも、カメレオンズだとか XTC の変名バンドの The Dukes of Stratosphere とか、House of Love とか、あと初期の U2 なんかもネオサイケの範疇に入ると思います。モダン・イングリッシュとか、And Also the Trees とか、紹介したいものは、いろいろあるんですけど、それはまたの機会に、
でもこの辺のバンドを紹介する機会がまたあるかどうかちょっとわからないですけど、はい、というわけで今回は本当にざっくりではありますが、80年代イギリスのサイケデリックロック系のバンドを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。